ニコニコ超会議の魔改造隊のアタック大会に出場しました。壁走りは乾燥を阻む大きな壁となり、風速30メートルの逆風は多くのマシンを走行不能にしました。マシンへの工夫により攻略できる高難度セクション、ルール遵守とルール無用のタイムがせる神快適なバランス、面白いコースでした。乾燥重視で走らせましたが、別マシンでの走行が気になります。でもこのコースはイベントのためのものでもないですよ。それがあったのです。高エネルギー加速器研究機構 KEK に。どういうこと？ KEK って昨年の超会議のルール無用大会で優勝して、今年もとんでもないマシンを作った KEK チームのことですよね。あ、高エネルギー加速器ってことはルール無用マシンの研究所ということですか？近からずも遠からず、物質を加速させる加速器を巨大化させて超加速させます。でか。それをさらに巨大化させたのが KEK です。これで宇宙誕生の解明に挑んでいます。やってることもでか。そんな KEK チームが模擬コースを作っていたということで参上しました。やはりルール無用マシンの研究所。持ち込みマシンは5台、ミニ四駆、新マシン、出場マシン、県庁新マシン、フェンスカー。これらのマシンを走らせてみます。前回の動画視聴前提で進むので先のご視聴をおすすめします。それでは走行へレッツゴー。まずはシャドウブレイカー G3、スーパー X シャーシ、スーパーハードタイヤ、パワーダッシュモーターです。5。登れない。スタート位置を離して加速距離を稼ぎます。5。それでもダメです。低摩擦タイヤで滑ってしまっています。前回懸念していたバンクでもブレーキが効くことが加速を削いでいますね。バンクの上から5。そのものセクションを試します。逆風セクションに入ります。風で浮き上がりました。耐えました。ジャンプもクリア。次は壁走り。スムーズにクリア。レーンチェンジを通過してゴールです。バンクは無理。タイヤをノーマルにすれば十分完走できそうです。次はルール無用 JCJC マシン UEC エアロバイカーです。5。速いです。JCJC を 1.9 秒で走るマシンですからね。逆風セクションはどうでしょう。ドーン。めっちゃ飛びました。リプレイ。スロー。かなり手前から浮き上がっています。グランドエフェクト用の底面フラット構造が風の影響を強く受けました。逆風セクションの解説でも特殊ノズルでマシンをすくい上げると言っていましたが、その通りになりましたね。底面フラットでどうなるか気になっていたので走らせられてよかったです。次はシャーシが曲がるフェンスカーです。グリス無理無理。5。バンクはブレーキで大きく減速。ここから加速します。速っ。ドーン。速すぎて逆風の影響を感じさせません。別視点。なんかと追った。ドーン。ブレーキは強めですが全く減速が足りないです。壁走りはどうかしら。それはそう。スロー。すごい動きしたぞ。壁走り交互に。シャーシが思いっきり曲がっています。マシンはフロント駆動なので上方向へと駆け上ります。曲がるシャーシで壁走りするとこうなるのか。実際に発生すれば納得ですが盲点でした。 G3 に手巻きモーターを搭載します。5。今度はバンクを登れました。押し戻されました。頑張れ。まさかの逆風負け。逆風オフ。ジャンプでドーン。スロー。カーブに着地してコースアウト。スピードを出すとジャンプが鬼門になります。続きから壁走りはクリア。ここに来てレーンチェンジコースアウト。安定の難所です。次は大会出場マシンです。大会で記録した 15.9 秒からどこまで短縮できるかやってみましょう。5。減速しました。どうやらセンサーが誤検知しているようです。ドーン。窓から入ってきた側面への光をセンサーが検知しています。やはり外覧光の影響が出てきますね。センサー横抜きは正解でした。ブラインドを閉めました。5。ブレーキポイントやセッティングは大会完走時とほぼ同じです。逆風クリア。ジャンプクリア。こう見ると減速からの再加速が遅いです。壁走り後もそうですね。
安定走行でゴール。タイムは 16.13 秒。さすがのモミコース、大会と近いタイムが出ています。ここからタイムを詰めていきますが、その前にお昼です。 KEK チームの方からピザをご馳走になりました。ごちそうさまです。一般見学ができる常設展示も見たり、昨年のルール無用も展示されていました。加速器の動作も OK。 鉄球がコイルに入る直前にスイッチを押すのですが激ムズです。うまくいった一瞬が冒頭のシーンでしたか。戻ってきました。再加速ビーコンを設置しました。セクション出口で再加速するようにします。再加速ビーコンなしでは減速から 1.5 秒後に再加速の設定でしたね。大会では安定動作のためにつけなかったのでどうなるか試します。5、逆風で逆走。やばいやばい、このまま逆走したらジャンプ台に激突する。キャッチ失敗。レーンチェンジ通過。え壁走り通過。逆走で減速ないのに。スロー。浮きました。フロントステーカブが広いのが原因でしょ逆走開始。レーンチェンジ。ギリギリクリア。う。スラストが強くて姿勢が乱れています。壁走り。出口で大きく姿勢を乱しました。これだと再現性は怪しいです。壁走りとレーンチェンジの減速をなくしました。5、先ほどの逆走ではどちらの減速もなしでいけたので試します。今度は逆走なし。綺麗に壁走りクリア。惜しい。スロー。完璧です。左右でローラーセッティングが異なるので順走では減速なしで安定クリアできるようです。この結果には驚いています。壁走りは減速なし。他は減速と再加速ビーコンありです。最速タイムは出るでしょうか。これまでの走行を考えると期待大です。壁走りはもう余裕。レーンチェンジも超えました。ゴール。タイムは 14.17 秒。きたー。大会記録を超えましたね。ここまで色々と調整をしての自己ベストから1秒短縮だったので、本番中にこのタイムを出すのは難しかったでしょう。大会の結果にも悔いなしです。すっきりできてよかったですね。まだ一つの疑問が残っています。ブラシレスモーターはどうだったのか。だからブラシレスモーターマシンを作りました。壁走り実験機の逆風対策バージョンですね。実はシャーシ自体は大会前日に印刷していました。追加の1台は甲中でしたよね。最後まで悩んだ結果両方とも再設計して印刷していたのです。乗せ替え前のシーンも撮っていましたが、感想がより見込める甲中を採用していました。時間ない中で何やってんだ。ローラーベースを延長して壁走り中の回転を対策、フロントを開口にして逆風を対策、ネジ止めを減らして重量を削減しています。このマシンがずっと気になっていました。5、バンクは余裕でクリア。マジか。そして速いです。逆風もクリア。懸念していた両セクションをこんなにもあっさりと。ジャンプ。ドーン。減速なしなのでこれは想定内です。ですが思ったよりも吹っ飛び距離が短いのでファンの効果が伺えます。続きから壁走りを見てみます。いないと惜しい。スロー。壁走り侵入と通過は綺麗です。家で再現した壁走り練習を考えるとここでもう吹っ飛ぶと思っていました。床復帰が戻りきりませんでした。バンクを加速なしで登れるかチェック。登れるんかい。トルク足りてますね。過去の4輪ブラシレスバックブレーダーの経験から低速トルクのなさに操縦で大苦戦したので警戒しすぎました。ですがここで知れたのはとても大きな収穫です。次はコントローラーで減速させて走らせます。大会マシンのように減速機能を持たせていたとしたらどこまでタイムを出せたのかを疑似的に実験します。基盤を作れば赤外線減速は可能ですからね。完走狙いで安全走行させています。ゴール。気になるタイムは 13.55 秒。安定走行でこのタイム。やはりブラシレスは速いです。このマシンでどこまでタイムを伸ばせるかやってみます。ドーン。必ずしも壁走りを通過できるわけではないようです。5、急減速。ミスった。手動なので練習が必要ですね。ドーン。スロー。フ
ンによって壁に吸着しました。その後何度も練習をしてコツをつかみました。5、逆風通過までは何も考えずフルスピード。ここから減速操作を入れていきます。壁走りは通過するまでずっとオフ。レーンチェンジもクリア。ゴールタイムは 12.74 秒。手動でのベストタイムです。赤外線の減速機能を追加して最適化すればこれ以上のタイムも出せるでしょう。これで模擬コースの走行を終了します。ということで今回は KEK チームの模擬コースを様々なマシンで走らせてみました。結果として専用マシンでないと完走が難しいこと、大会マシンの本番走行はかなり良かったこと、ブラシレスマシンで完走が可能だったことが分かりました。気になっていたことを全て実験できたので非常に満足です。KEK の皆様ありがとうございました。それではまた、のし。